一見華奢に見えるんですけども堅牢にできているというものが江戸の粋につながっていくんじゃないかな。江戸時代は贅沢禁止令があったんで羽織なんかでも絹のものを着られなかったんですね。だけれども裏に絹を使って表は木綿というそういう見えないところほど気を使って仕事をするというその辺もやっぱり粋につながっていくんじゃないかと思います。舗装なんかは外側に見えないんですね。でも中でしっかり仕事をしているというところが粋につながっていくんじゃないかな。人に見えないけど俺はこんだけの仕事をやってるんだよという半分粋というか生きがいというか、みたいなもんですかね。最初は大きな木から木取りといって大きな木を小さく切ります。それを切ってから今度カンナ掛けをします。カンナ掛けをしたら削りの工程を行います。カンナで削って材料を平らにします。削るためには刃物がよく切れなきゃいけないもんですから毎日研ぐようにしています。長年これ研いでますんで30年近くなるかと思いますけども、最初はこれは一回も使ったことない新しいカンナですけども、だいたい刃の長さが10センチぐらいあります。こちらはもう5センチぐらいしかないですかね。5、6センチしかないですね。これはあぜ引きのこって言って、例えばこういう溝を作るときにこう切っていきます。これは私の、祖父の代のノコギリですけども、研いでいくうちにこの大きさになってしまったということですね。100年以上経ってるノコギリです。それから、墨付けをします。どこに穴を掘るか、どこに舗装を作るか、それから、加工をいたします。のみで穴を掘ったり舗装を作ったりします。そうですね、やっぱり一番難しいのは細組みだと思います。のみ一本で彫っていくということが、楽しいですけど大変な仕事だと思ってます。それから組み立てをして舗装が入るかどうか、どこにどういう舗装が入るのかを組み立てます。木はやっぱり収縮しているのでその辺も考えて作れないと湿度によって違いますので、引き出しが開かなくなったり扉が閉まらなくなったりすることもありますので、そういうことも考えつつ作っていくというのが大事なことかと思っています。江戸指物という名前ですけれども、木と木を差し合わせるというとこから名前がついたようです。もう一つの説としては物差しを使って品物を作る、それが天地で指物になったとも言われています。畳の上で使うような若具の小ぶりなものが多いですね。大きいものですとタンスとか、小さいものですと兄弟とか引き出し箱
本当に一番小さいものですと箸とか箸置きなんかも作ることもあります。やはり昔から面々とつながれてきていた技術とか技法を使いながら現代の生活に合うようなものを作っている魅力かなと思ってます。体験してきていただける方にはですね、昔からの手の道具を使って昔はこういう仕事をしてたんだということを今感じていただけたらと思ってます。また持って帰れますので、とても自分がこう使えるような道具を作っているのも楽しみの一つじゃないかと思っています。